あなたの股関節、柔軟性は適切ですか？股関節に左右差があったり柔軟性が不足していると運動効果が落ちやすいです。股関節のコンディションを整えて効率よく筋肉を増やし、早く美しいお尻を作りましょう。皆さんこんにちは。ダイエット専門トレーニングゆきこです。お尻のトレーニングを行っているのになかなか効果がわからない。そんな時にポイントとなるのが股関節の柔軟性を含むコンディションです。股関節は柔らかすぎると関節が不安定になりリスクが生じます。しかし硬すぎると可動域が狭くなりトレーニング効果が落ちます。そこで今回はまずは股関節に適切な柔軟性があるのかチェックを行い、運動の効果を上げる準備運動を行った後でワークアウトを行いましょう。動画の最後には1週間に何回行うと早く結果が出るのかなど効果を上げるためのポイントもご紹介します。それでは早速柔軟性のチェックから始めましょう。股関節の柔軟性のチェックから始めます。足の裏同士を合わせます。自然に膝を下ろします。膝が床から自分の拳2つ分ぐらいまでだった方、この方は柔軟性が適切です。膝がもう少し上がってしまった方は柔軟性が不足しています。逆に膝が折りすぎてペタンとついてしまう方は柔軟性がありすぎです。ヨガやバレエなど特殊な運動を日常的にする方の場合はそれでも OK なんですが、そうでない場合は関節が不安定になりますので、そこまで柔らかくしなくても大丈夫です。次にお尻の筋肉の硬さもチェックします。右足を持ち上げます。肘で持っていただいて足が床と平行になるところまで持ち上がる方、この方は柔軟性が適切です。逆に持ち上がらずに傾いてしまう方、この方は柔軟性が不足しています。逆足もチェックします。左足を持ち上げて膝で抱えます。床と平行になるところまで持ち上がったら OK です。傾いた方、持ち上がらなかった方は柔軟性が不足しています。チェックをしてみると左右に差があることもあります。利き足がある場合、利き足がうまく働くため逆足の方が硬くなっている、苦手な方も多いです。左右差を整えることも綺麗なお尻を早く作るポイントになりますので、この後のワークアウトで一緒に改善していきましょう。それではワークアウトに入ります。始めましょう。まずはカエル足ストレッチで内ももを伸ばしていきます。心地の良い範囲で両膝を外に開き、かかとを突き出します。息を吸って背筋を伸ばし、吐き出しながらお尻を後ろに下げながら内ももを気持ちよく伸ばしていきます。少し腰を反るようにするとよく伸びます。痛いところまで伸ばすというよりも痛気持ちいいところで伸ばしてみてください。呼吸をするごとに柔軟性が高まるようなイメージ、気持ちよく行っていきましょう。股関節周りを全体的にほぐしていきましょう。吸いながら右足を一歩前に、そのまま腸腰筋などを伸ばし、一息吐いて吸いながら体をねじります。吐いて手を下に戻して、そのままかかとを出して裏ももを伸ばし、この動きを繰り返していきましょう。吸う息で腸腰筋を伸ばし、内ももを伸ばし、一息吐いて次の吸う息で体を回旋させて胸の前も伸ばします。吐き出しながらかかとを出して裏ももを伸ばし、繰り返していきます。お尻のワークアウトをしながら体幹の筋肉も使っています。体幹の筋肉もほぐしておく方がより効果的です。逆足も行っていきましょう。左足を一歩前に、吸いながら腸腰筋、太ももの前などを伸ばして、一息吐いたら次の吸う息で体をねじります。吐き出しながらかかとを出して裏ももを伸ばし、気持ちよく股関節周り、上半身もほぐしておきましょう。呼吸が分かりにくくなりやすい方はどちらでもやりやすい方で大丈夫です。
ニーフラックス行っていきましょう。体を横向きになります。手を体の前につきます。吸う息で膝をマットギリギリまでつかないところまで下ろし、吐き出しながらお尻の筋肉を縮めながら後ろに移動させます。お尻の筋肉を最大限に伸ばして縮めるようなイメージ。片足ずつ行いますので、どちらかのお尻の筋肉が弱いなども確認できます。膝を上げた時はお尻の筋肉をギュッと縮めて行ってみてください。逆足も行っていきましょう。横向きになります。下の足を曲げて、上の足も曲げて、上の足は浮かせておきます。吸う息で膝を下ろして、吐く息でお尻をギュッと縮めて持ち上げていきましょう。小さいカエル足でショルダーブリッジを行っていきましょう。ほんの少し膝を外に向けます。かかとだけでつくことでより大臀筋に効果があります。お尻をギュッと縮めて持ち上げて、肩甲骨から膝までをまっすぐにするイメージでキープをしてみてください。呼吸を止めないように行います。ショルダーブリッジの変形バージョンを行っていきましょう。お尻のサイドにある中臀筋も使います。かかとをついたまま息を吸って吐き出しながらお尻をギュッと上げて持ち上げて、吐き続けながら膝を外に開いて吸いながらゆっくりと下ろしていきます。かかとがついたままでやりにくい方は全て足をつけたままでも大丈夫です。シングルレッグのショルダーブリッジを行っていきましょう。まず左足から持ち上げます。足を腰幅で一息吐いてお尻を締めて、そのまま左足を天井に持ち上げて、かかとを出しながら下に下ろし、吸いながら上に戻し、吐いてまたかかとを下ろし、3回下ろしたら逆足に変えます。体を落ちないようにキープしたまま行うのがポイントです。体幹を安定させようと思うときに腹筋にも効果があります。片足のカエル足を使い、ギュッと片方ずつお尻の筋肉をしっかりと伸び縮みさせていきましょう。肩の真下に肘を置いて手を組みます。息を吐いて足をロールするように持ち上げて、吸いながら膝を体の横より少し下まで下ろします。お尻の筋肉を最大限に伸ばして最大限に縮めるような動き。その間体幹の力で体を固定したまま行っていきましょう。息を吐いて足を持ち上げて吸いながら下ろします。逆足も行っていきましょう。息を吸いながら膝を下げて、吐き出しながらお尻の筋肉をぎゅっと縮めて足を持ち上げていきます。足を斜めにスライドさせながら持ち上げるような動き。呼吸を止めないように行ってみてください。サイドレッグサークルズを行っていきましょう。お尻の横の中臀筋を鍛えていきます。横向きになっていただいて、手を体の前に一息吐いて足を持ち上げて、ゆっくりと後ろ向いて回転させます。なるべく体がぶれないようにゆっくり大きく回転させて、お尻の横を使っていることを意識してみてください。
中殿筋を鍛えると四角いお尻を丸くするのにも役立ちます。逆足も行っていきましょう。体の前に手を置いていただいて、一息吐いてお腹を締めて、下の足は軽く曲げたまま行っています。吸って吐いてで1回転、吸って吐いてで1回転で行っています。早く動くというよりも筋肉の疲労を感じながらゆっくりと動かしてみてください。最後はカエル足でブリッジを行っていきましょう。足裏同士を合わせてカエル足にします。一息吸って吐く息でお尻をぎゅっと持ち上げて、肩甲骨から膝までをまっすぐにします。腰を反らないように気をつけます。お尻の筋肉を真ん中に集めるようなイメージでそのままキープをしてみてください。OK、お疲れ様でした。運動をされてみた方、お尻の筋肉の疲労感はありましたか？最後にもう一回柔軟性のチェックも行ってみてください。左右の差が減っているのか、運動前よりも股関節が柔らかくなっているのか、これらは短期間で効果を上げるためのポイントです。短期間で効果を上げるためのポイントですが、1週間に最低2回から3回は行ってください。これはあなたの体力によっても異なります。疲労感があまりない場合は、一連の動作を1セットとして休憩を挟んで2セット行ってもらうと効果的です。または2日に1回行うと早く効果が見られます。結果が早い方は2週間で変化がわかります。運動を試した方はぜひともビフォーアフターのコメントなどいただけるととっても嬉しいです。今回のようなトレーニングと相性に成分を組み合わせた私が試行錯誤して作った初めてのサプリメントも現在販売中です。詳細は概要欄にリンクがありますので、ぜひこちらも一緒に皆さんのお役に立てるととっても嬉しいです。このチャンネルでは検証されたスポーツ医学の情報をもとに短時間短期間で効果の高いトレーニングや健康や美容情報を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も動画を最後にご視聴いただきありがとうございました。See you in my next video. Bye!